こんにちは、さゆりです。今回は私の仕事について話します。さゆりさんはどんな仕事をしていますか？いくつ仕事をしていますか？すごく忙しいんじゃないってよく聞かれるんです。今回はそれについて話したいと思います。今、私は4つの仕事をしています。1つ目はコンテンツ制作。2つ目はウェブサイトの運営。3つ目はワンオンワンレッスン。4つ目はアメリカのスタートアップの教材の開発をしています。で、まだ新しいプロジェクトもあるんですけど、それについてはまた後で話します。ということでですね、まず1つ目のコンテンツ制作について。コンテンツ制作の裏側ですね。どんなことをしているか気になりますよね。このポッドキャストを毎週1回アップロードしています。そして YouTube の動画も作っています。はい。あとは時々 Instagram に動画をアップロードしたり、ストーリーズをアップロードしたりしています。これもよく聞かれる質問なんですけど、そのポッドキャストとか、YouTube のアイディアはどこから来ますかと言われます。これはですね、日常生活から生まれることが多いですね。だからそのアイディアを探そうとか、次何か喋らなきゃって思っているんじゃなくて、日常生活をしていたらアイデアが出てきます。あとは、ワンオンワンの生徒さんからアイディアをもらうこともあります。実はこの今話しているポッドキャスト、私の仕事についても生徒さんがその作文を書いてくれたんですね。で、私もそれをやったら面白そうだなと思って今回撮っています。そんな感じで、日常生活やワンオンワンのレッスンの時に、アイディアが思いつきます。で、そのアイディアが思いついたら、2つ方法があるんです。そのアイディアを形にするための方法。1つ目は、紙に書きます。とにかく思ったことを紙に書きます。はい。それで後で、話をまとめることをしますね。もう一つの方法は、音声入力をします。はい。ちょっと変な人って思われるかもしれないんですけど、AirPods をつけて、散歩中に、アイディアを話します。散歩しながら誰かに電話しているように見せかけて、独り言を喋っています。はい。それを文字起こししますね。トランスクライブします。それはスマホがやってくれるんですけどね。そのスマホで文字起こししたものを、AI に読み込ませて、この音声メモが言いたいことをまとめてください、みたいな感じで、自分が話したかったことを AI に要点をまとめてもらいます。で、ある程度まとまったら、その紙に書いたものや、その AI がまとめてくれたものを見ながら、話します。でも全部の言葉を書くんじゃなくて、次これを話そう。この次はこれを話そうっていうポイントみたいな感じでメモをしています。その状態で今話しています。それができたら収録ですね。収録。これは結構準備が大変です。どうして大変かというと、私は、ビデオポッドキャストを撮っているんですね。今、音声で聞いてくれている方が多いと思うんですけど、私のウェブサイトの、シルバーペンギンさん以上の会員さん限定で、ビデオポッドキャストを作っています。だから、顔が映るんですね。あと、部屋の感じとかも映ったりします。だから、ちょっと掃除をしたり、お化粧をしたり、髪を巻いたりします。これにちょっと時間がかかりますね。これは気にしなくていいっていう人もいると思うんですけど、やっぱりカメラに映るからよく見せたいっていうのがあって、ちょっと時間がかかってしまいます。はい。あとはその照明とかのセッティングですね。
特に私は照明は、2つ使っています。はい。2つ、まあまあ大きい照明があって、プラス、自然光、窓から入る光。それを見て、カメラをチェックして、これでいいかなと思って撮っています。はい。自分でプロデュースというか、ディレクションというか、それをしなきゃいけないですね。はい。で、それを撮った後は、編集です。編集。編集は、言い間違えたところなどをカットしたり、それをつなげたりしますね。あとは、イラストを入れたり、字幕を入れたりします。これはシルバーペンギンさん以上だと、見ることができるんですけど、そういう編集を、自分でやったり、あとは他の人に仕事をお願いしてやってもらっています。で、それを公開します。そう、でも公開するにも、スケジュールもね、立てなきゃいけないんですよね。毎週アップロードするので、バランスを考えながら、撮ります。結構、いろんな工程があります。いろんなステップがあって、このポッドキャスト、もしくはビデオポッドキャストができています。はい。それでは、やっと2つ目の仕事。ウェブサイトの制作と管理です。はい。先ほども少し話に出たように、私は自分のウェブサイトがあります。さゆりセイング .com というサイトを運営しています。毎週新しいエピソードが出たら、そこに自分のポッドキャストを載せて、関連する単語を書いたり、あとトピックですね。会話の話題になりそうなことを書いたり、トランスクリプトを載せたり、ビデオ動画を載せたりします。そういうウェブサイトの管理があります。あとは、時々ちょっとバグがあったり、不便なところがあったり、そういうことをコンタクトフォームから連絡をもらいます。で、それに対応します。そういう意味では私は自分のサイトのエンジニアもやっています。ウェブサイトにあるのは、毎週上げているポッドキャストに関連する記事だけではなくて、YouTube の Vlog だったり、あとは毎月1回ぐらい有料会員の方に出しているビデオダイアリーというのがあります。それの編集をしたり、投稿をしたりすることもあります。そして3つ目は、101レッスンです。はい。これは想像しやすいと思うんですけど、1対1でレッスンをします。このポッドキャストを聞いて来てくれる生徒さんが多いです。時々 YouTube を見てきましたっていう方もいらっしゃいます。レッスンの内容としてはフリートークがメインです。皆さん私のポッドキャストを聞いてくれてる方なので、私が話したトピックについて、その人の経験とか、考え方を、日本語でシェアしてくれます。本当に楽しいです。はい。で、もちろん間違ったところがあったり、不自然な表現があったら、レッスン中にノートに書いて、渡しています。はい。教科書を使う生徒さんも少しだけいます。結構、私の授業を取ってくれる生徒さんは、何年もレッスンをしている生徒さんがほとんどです。だから、本当にアットホームな雰囲気で話しています。そんなに緊張していないかなと思います。はい。本当に私はワンオンワンレッスンが好きです。生徒さんが成長する姿を見るのが本当に嬉しいです。わかりやすい例で言うと、最初にレッスンした時は、元気1から始めた生徒さんもいます。元気1終わって元気2も終わって、もう今はペラペラですね。日本に旅行へ来ると、日本人と間違えられる人もいます。はい。これがコロナの時ぐらいから始めた方なので、4年とか5年でもうすごく高いレベルの日本語を習得した方もいます。その成長とかを見ると、すごい嬉しいってなりますね。私はその生徒さんの勉強、学習の手助けは
できるんですけど、実際に勉強するのは生徒さんなので、私がすごいんじゃなくて、生徒さんがすごいと思います。はい。本当におめでとうございます。はい。そういう人をどんどん見ていきたいし、そういう学習のサポートをこれからも続けていきたいと思います。うん、だからこのワンワンレッスンは仕事の中で一番好きなことで、どれだけコンテンツ制作で成功したとしても、ワンワンレッスンは、自分のライフワークに近いかな。なので、やめたくないですね。このワンワンレッスンを続けるためにも、コンテンツ制作をこれからも頑張ります。はい、ここまで3つの仕事はすべて私がコントロール。私が主体となってやっている仕事です。最後4つ目は少し違います。4つ目はアメリカのアプリを作っているスタートアップで働いています。で、実はですね、これもさっきの仕事とつながっているんですね。YouTube だったり、ポッドキャストを作っていたから、それで私のことを知って声をかけてくれました。だから、その今までの活動をしていなかったら、この4つ目の仕事はしていなかった仕事です。はい。で、どんな仕事かというと、そのアプリは、日本語を教えるアプリです。で、アニメベースのアプリなんですけど、それの、コンテンツの開発をしています。具体的に言うと、自然な日本語を学べるように私が設計しています。やっぱりアプリって、ちょっと不自然な日本語が時々出てきますよね。だから、そうならないようにシチュエーション、その状況を考えて、どんな言葉を使ったらいいかっていうのをリアルな日本での生活とか、リアルな日本での滞在が、そのアプリの中で体験できるように考えています。で、働き方はですね、フルリモートです。はい。会社はサンフランシスコにあります。だから私はオフィスに一度も行ったことがありません。同僚や上司は、アメリカや、日本に住んでいます。実際にみんなで会ったのは1回しかありません。このスタートアップの仕事は全部英語です。だから本当に疲れますね。昔、1年半ぐらい前かな。ずいぶん前に、この会社で働き始めましたっていう、ポッドキャストエピソードを撮ったんですけど、そこから自分の英語力が伸びたとは思いません。なぜかというと、上司や同僚の日本語能力が伸びているからです。はい、それぐらいいいアプリです。でも私の英語力はちょっと何とかしないといけないなと思っているので、時間を作って、もう一度英語をやり直したいなとも思っています。でも他にやりたいことがたくさんあるので、やっぱり優先順位は下がってしまいますね。はい。でも、せっかくね、アメリカの会社で働いているので、英語も頑張りたいと思います。はい。少し話がそれたんですけど、ここまで私がやっている4つの仕事についてお話ししました。でですね、他にもまだやっているプロジェクトがあるんです。うとうとタイム 3P ジャパニーズポッドキャストというのを始めました。聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これは眠れない人に向けて作ったポッドキャストです。はい。ゆっくりした日本語で、ちょっとつまらない話をしています。で、実際に私も寝ながら喋っています。とてもリラックスできるポッドキャストです。このうとうとタイムを作ったきっかけは、ワンオンワンである生徒さんが、夜なかなか眠れないんですよねっていうのを聞きました。で、私の話し方とか声とかテンポはちょっと寝るのにぴったりだと言われたので、じゃあ作ってみようと思って、寝れない人に向けて、作っています。で、今話している、話し方よりももっと
リラックスしています。だから少し聞き取りづらいかもしれません。でも目的は寝ることなので、なんとなく日本語を聞いて、ああ、眠くなってきたな、寝よう、おやすみっていうのが目的です。だからわからなくても大丈夫です。ぐっすり寝るのが目的のポッドキャストです。もし夜寝れなくて困っている人がいたら、ぜひ、うとうとタイム、スリーピージャパニーズポッドキャストを検索してみてください。そして私は他にもまだやりたいことがあると言いましたね。うとうとタイムの、グッズも作りたいんですね。マグカップとか T シャツとか。それは、そのうとうとタイムのペンギンさんが可愛いからです。ペンギンさんのイラストを描いてもらっているんですけど、とても可愛くて自分が欲しいので、グッズを作りたいなと考えています。あとは、オフラインでの交流を、したいですね。もう今まで、もう何年も何年もオンラインで仕事をしてきたので、そろそろオフラインの仕事もしたいな。リアルな世界で人と関わりたいなと、強く思うようになりました。だから、もしできたら今年中にその人に会うイベントをしたいなと思っています。今考えているのはまだまだアイディアですよ。例えばこういうリスナーさんと一緒に、お茶の教室とか、何ですかね、日本には面白い建築もあるので、一緒にその建物、建築を、見に行ったり、日本語のツアーでそういうものはあるんですけど、やっぱりそういうツアーの日本語って難しいんですよ。だから私がわかりやすい日本語に変えて、それを皆さんに紹介したり、一緒に街を歩いて、リアルな状況で日本語を見る、日本語を聞く、日本語を話す機会が作れたらいいかなと思ってます。でもまだまだこれは考え中です。もし何かアイディアがあれば、コンタクトフォームから、アイディアを送ってください。お待ちしております。はい、いかがでしたか？今回は私の仕事4つと、これからやりたいことについて話しました。皆さんもぜひ、日本語で自分の仕事を説明してみてください。友達でもいいし、もし近くに友達がいなかったら、そう書いたりしてもいいと思います。あと、これからやってみたいことややってみたい仕事はありますか？ぜひコメントで教えてください。はい、では今日はちょっと喉の調子が良くなかったんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。